ナルトの渦潮。これはね、もうずっと見たかった。だいぶ前からずっと見たかったから。これなんだろう。大塚製薬。うわ、すげえ。めちゃくちゃインパクトあるな、これ。やば。海や。海やないかい。ちょっとわかんねえ、迷った。なんかこっから行くみたいだけど。これ何も見えないな。すげえ綺麗だけど。全然見つかんないんですけど、渦潮。あれ、なんかこの辺暑いんじゃない？さあ、ここは。おお。ていうかここちょっとシンプルに怖いな。なるほどね。展望室があるんだね。この展望室で見れるんだ、多分。ね、この辺だけどね。このナルトの渦潮は世界三大渦潮って呼ばれてるらしいよ。下の地面がガラス張りになってるとこがあるんだけど、あそこがさ、割れたりさ、落ちたりしたら死ぬなって思いながら、怖かったけど、すごかった。次はね、ここからね、もっと南下していきます。東大を目指します。なんかね、ここすごいのよ。大塚国際美術館。ずーっとね、このまっすぐな道をね、のんびりと進んでるだけですよ。のんびり走っているだけでも、その景色で結構癒されますね。今ちょっと普通にこけたわ。特に大きな外傷はないんだけど、自分の体も擦り傷とかはないし、右手首がちょっと痛いみたいな。なんで今こけたかっていうと、居眠り運転なんだよね。眠いなーってこうずっと思いながら運転してて、ふと一瞬意識がなくなるっていうのが一回あったのよ。すごいハッとしてめちゃくちゃ怖かったんだよね。一回眠気が去ったんだけど、また来て眠気が多分。ちょっとあんま覚えてないんだけど、どっかで意識が飛んで、左側のガードレールっていうかこう壁の方にこうやって寄ってて、パッて気づいたらもうぶつかりそうになってたの。で、ちょっとぶつかって、逆に右側に倒れたみたいな。倒れる時とかに、自分はもうなんか、もうバイク倒して走り降りたみたいな感じだったから、立ててたし、転んで、いてーとかそんなんなんなかったんだけど、まあでも後ろから車来てたから、危なみたいな。でもまあ車の人はなんか、前のやつフラフラしてるし危ねえなとか思いながら運転してたかもしれないけど、まあとにかくそこでもぶつからなくて、バイクは倒れたけど、俺ひょこひょこしてたから特に何もなく終わったけど。いやーでもやっぱ怖いね。超怖い。居眠り運転はやっぱやばいよ。これ超怖い。いつも時間をね、気にしてね、眠くても運転しちゃうんだけどさ、でも眠い時は一回ちょっと端っこに止めて、寝るとかしないとマジで事故るわ、これ。居眠りで事故って怪我するとか死ぬとかなったらね、元も子もないからな。かなりゾッとしました、今。なので皆さんも、まあ、バイクでも車でも、本当に居眠り運転は本当に気をつけてください。どこ？あ、もっと歩いていくのかな。しょうがない。じゃあここで止めとくか。鴨田岬。ちょっと上まで行ってみたいと思います。海の匂い。お、あれやな。なかなかの階段がありますよ。結構あるぞ。これで終わりでしょう。やったー。鴨田岬灯台。四国最東端。四国最東端。いやー、すごい。ここが四国で一番東の場所か。いつか来てみたかったんだよな、一番東。四国で一番東な岬、灯台の中でも一番東の場所来ちゃったからね。ここが一番東や。いやー、本当に東だね、ここは。東の海の灯台。風が強い。帰るか。これから最後の目的地というか、まあその辺で今日は野宿したいなーって思っている場所に向かいます。1時間ぐらいで着くと思うんで行ってみたいと思います。っていうか雲やばいなー。夜降るかなー。結構さ、山なのね。もっとなんか僕ビーチ沿いだと思ってたら普通にさ、山やん。いやーもう暗いな。暗いけどね、とりあえずこんな場所に来ました。
はい、というわけでなんとか野宿の準備が整いました。一応ね火もついて、これでご飯を調理していきたいと思います。テントの設営も終わりました。でもね、ほんと最悪なことに雨が降ってきてね、このビニールシートですげえ簡易的な屋根作りました。というわけでご飯を作っていきたいと思います。焚き火って結構好きだったけど、真夏にやると普通に暑いですね。今めちゃくちゃ汗かいてます。しかもこの場所謎に電波が入んなくて、ネットとか LINE とか一切できません。やったぜ、炊けた白飯。すごい、もう炊き加減が最高。水の量とか適当なのに超いいじゃん。ご飯が甘い、止まんねえよ。カップヌードルやったー。まっ。あとはさ、波とちょっと雨も降ってきてるし、雷とか結構やばいんですけど、大丈夫かな俺。今とりあえずテントの中で寝ようかなと思ってるんですけど、めちゃくちゃ風強いし、雨降ってるし、雷鳴ってるし、波の音すごいし、劣悪な環境すぎる。本当はね、今日天気予報だとなんか星空バッチリ見えるみたいな、そんな天気予報だったのに、なんか雷雨なんですけど、今結構怖い状況で寝ようと思ってますけど、寝れる気配があんまりない。ご覧の通り雷が鳴っておったり、雨がね降ってるからね、こんなお天気キャスターみたいなカッパを着てるんですけど、昨日はちょっと人生史上最悪なコンディションでの野宿になりました。雨はすごいし、雷鳴ってるし、風も吹いてるし、しかもこのね結構近めに海があって、このね海のねなんか波音も結構うるさくて怖い音だったんですよね。結構穏やかな波音みたいのじゃなくて、本当に大変な夜になりました。で、ぶっちゃけほとんど寝れてないです。今ね5時前ぐらいかな。で、昨日は多分ねなんだかんだね2時半ぐらいまで寝れなかったんですよね。まあだからほとんど寝てない。足とかもちょっと痛いし、なんでこうなったかな。本当は今日別に雨じゃなかったんですよ、天気予報だったら。そんなね天気が悪い中わざわざ野宿なんかしないですよ。マジで天気悪すぎでしょ。これから僕が行こうと思ってるのは南阿波山ラインっていうオーシャンをビューできる綺麗なツーリングドライブスポットなんですけど、この天気で行く人いないよね。でももう僕は行くしかないんで行きますよ。やべえ、あんまりにも雨がやばすぎて、さっきの場所にいたらもうびしょびしょ、すでにびしょびしょなんですけど、トンネルに避難しに来ました。トンネルぐらいしか近くに屋根がある場所がなかったんで、ちょっとトンネルで雨宿りしてます。先ほどのね土砂降りは一旦落ち着いてくれて、ちょっと降ってますけど、さっきよりはだいぶマシっていう感じになりました。これ天気がいい日に来たら相当綺麗ですよ。ここすごい高い場所から見下ろせる第一展望台っていう展望台があるんで、なんかね4つぐらい展望台があるらしいです。おお、ちょっと雨の中の撮影だからほんと最低限しかできませんけど、行ってみたいと思います。すごいけどどん曇っております。やばい、全然見えねえ。展望できません。あ、でもすごいね。これは太平洋か。うおー、これはね
鬼曇りですね。南阿波山ラインは展望台からの展望も綺麗だけど、もう道路から見るこの景色がすごい。ちょっとついにバイクが壊れたっぽいです。マジですげえ偏僻なところで壊れたんで、これは結構やばい。エンジンはかかるんだけど、アクセル回すとなんか変な音鳴るんだよね。多分ぶっ壊れてるんだよな。なんか絡まってるっていうか、なんかチェーン外れてるかなんかわかんないけど、変な感じ。こんな感じでベルトが切れちゃった。すげえな。こんななるんかな。このベルトがこんな感じで。そう、今僕も何回分に電話したら破けるなんて休みだって。こんなことあるんやな。こんなことさ、車マジ楽だな。最高。事の顛末をお話ししよう。バイクで雨の中ね、もう今日はキャンプとかできないし、絶景巡りもやめてもう帰ろうっつって帰ってたんですよね。で、途中でバイクから変な音がして走んなくなっちゃったんですよね。エンジンかかるんだけどアクセル回してもタイヤが動かないと。うわ、やべえ、やったと。バイク屋さんが近くに全然なくて、10キロとか離れてて、歩いたらなんか1時間半とかかかる距離、この距離押して帰るんかみたいな、やばって思ってたら、壊れた地点の横になんか三菱モータースっていう車屋さんかなんかがあって、いや、一か八かちょっと聞いてみるかみたいな。で、聞いてみたらいろいろやってくれて、故障の原因はエンジンを回してタイヤにこうつなげるチェーンみたいなゴムが切れてたんですよ。それがもうぶっ壊れてて、ほんと切れてて使い物になんないから、それ変えればいいみたいな。バイク修理はやったことないけど、大体見たらわかるでしょみたいな、そういう感じでやってくれて、バイク屋さんからその僕のバイクのゴムチェーンを取り入れるっていうことでいろいろ電話してくれて、あったんですよ、運よくバイク屋さんに。で、それをわざわざ車で今取りに行ってくれてます。取ってきて部品が返ってきたら修理して帰ると。僕ちょっと現金持ってなかったんで、ちょっと下ろしてきたいんですけどって話をしたら、コンビニもね結構離れてたから、じゃあこの車乗ってっていいよっつってこの車を貸してくれました。それで今僕はセブンイレブンに来てお金を下ろしたというところですね。いや、ほんとね、こんな優しい人いるんだね。見ず知らずの変なやつに車まで貸してくれて、ほんと徳島の人は優しいわ。やっぱあれかね、四国の人はお遍路さんとかあるから旅人に優しくするのが文化的にあるのかな。いや、ほんとめちゃくちゃ優しかった。これマジで終わってたで。もう最悪だったもん。だって昨日から雨の中キャンプしてさ、今日の朝もクソ雨降ってる中に南阿波山ライン通ってさ、いやもうほんとついてないなと思いながら、じゃあ帰るかっつって帰ろうとしたら、帰る途中にバイク壊れたからね。これで本当に偏僻な場所とか、それこそその南阿波山ラインから本来行こうと思ってた滝とか棚田とかあっちの方行ってたら、それこそマジでもう山の中で田舎だから本当に終わってたと思う。だからね、結果オーライかもしんないね。絶対絶命からなんとか希望が見えたって感じですね。っていうかさ、めちゃくちゃ晴れてね。助かりました。ありがとうございます。はい。よいしょ。どうも。いやー、やったー、よかったー。治ったよー。